今回の動画はクリスマスのケーキブッシュドノエルを作る様子をお届けします。ケーキの型から手作りしますので、型がなくても大丈夫です。用意するものはクッキングシートとホチキスとハサミです。お手持ちのオーブントレイの大きさに合わせて好きなサイズでお作りください。私は今回縦横がそれぞれ28センチと32センチ、高さ2センチのものを作ります。クッキングシートの真ん中で折り目をつけて、中心から縦と横の長さを測って折り目をつけます。高さ2センチのところでも同じように4辺に折り目をつけます。紙が多く余ったところは切ってもいいですが、私はこのように型の外側へ折り返しています。少しだけですが、型の強度が増すような気がしています。それぞれの角はこのように三角形になるように折って、どちらか一方の角へ折り、ホチキスで留めます。これで型は完成です。それではスポンジを作ります。スポンジの材料をすべて計量し終わったら、オーブンを190度に予熱します。参考にしたレシピは動画の概要欄に記載しています。卵は卵黄と卵白に分けてそれぞれボウルに入れます。砂糖の分量の約半分を卵黄の入ったボウルへ入れます。メレンゲを作ります。卵白を軽く泡立てたら、残りの半分の砂糖を2、3回に分けて入れます。ツヤのあるピンと角が立つメレンゲになったら、メレンゲは出来上がりです。そのまま同じ泡立て器を使い、卵黄と砂糖を白くもったりするまで混ぜます。こんな感じになったらサラダ油を入れて混ぜます。私はひまわり油を使っています。牛乳は
人肌に温めたものを入れて混ぜます。私は1200ワットのレンジで30秒温めました。ふるった小麦粉とココアパウダーを入れて混ぜます。先ほど泡立てたメレンゲの3分の1を入れて混ぜます。ここから泡立て器からゴムベラに持ち替えます。残りのメレンゲを入れて泡を潰さないようにボウルの底からすくうようにしながら混ぜます。混ざったら型へ流し込み、均一に生地を広げます。190度に予熱したオーブンで10分焼きます。竹串を刺してみてねっとりとした生地がついてくる場合はあと数分焼き時間を追加してください。焼き上がって粗熱が取れたら乾燥しないようにラップをかぶせて冷まします。クリームを作ります。ボウルにマスカルポーネと生クリームを入れて滑らかになるまで混ぜ合わせます。生クリームの脂肪分が 35% 以上ある場合はマスカルポーネを生クリームに置き換えても大丈夫です。砂糖とラズベリーソースを入れて混ぜます。ラズベリーソースは冷凍ラズベリーとその重量の 10% の量の砂糖を一緒にお鍋に入れて5分ほど火にかけてから冷ましたものです。クリームの材料をすべてボウルに入れて混ぜたら30分ほど冷蔵庫で冷やします。生地を型から外しておきます。くるくると巻いた時にきれいな面が外に来るようにしたいので、今回はこちらの型の跡がついている方を上にしておきます。冷蔵庫からクリームを出して泡立てます。
る時間は4分ほどかかりました。生クリームは混ぜすぎると分離してしまうので気をつけてください。このクリームの3分の2をスポンジの上に広げます。この時、巻き始めになる手前端の部分には少し多めにクリームをのせると、中心にたくさんクリームが詰まっているように見せることができます。手前からシートを持ち上げてゆっくりと巻きます。巻き終わりが下に来るようにして両端のシートをぎゅっとねじったら、このまま冷蔵庫で数時間冷やします。両端を少しずつ切り落とします。片方の端を斜めに切り落としたら、それを上に乗せて先ほどの残ったクリームを使ってくっつけます。あとはこれを残りのクリームで好きなようにデコレーションしたら出来上がりです。絞り袋がない場合はスパチュラやフォークを使って全体にクリームを塗ってもいいですし、ブルーベリーやラズベリーなどを上に飾っても可愛いですね。私は今回チーズのお料理を食べた後のデザートにしたかったので、さっぱりした味のクリームにしたく、この甘さ控えめのラズベリークリームにしました。ラズベリーがない場合は、他の分量はそのままで、ラズベリーソースを入れずに白いクリームでも作っていただけます。皆さんの好きなクリスマスケーキは何ですか？ぜひコメントで教えてください。ちなみに、このチーズパーティーの様子は次の動画でお届けします。こちらの動画もご視聴いただきありがとうございました。